それが嫌いな言葉なのか？ああ、悪いか？別に悪くはないが。で、それとこれと、どういう関係があんだよ。四つ葉のクローバーの葉っぱにはな、一枚ずつ意味が込められてるんだよ。それが、今言った4つの言葉なんだ。要するに花言葉みたいなもんだな。ああ、花じゃないから、葉言葉か。リーフワードとでも言うのかね。リーフワードね。ホープ、フェイス、ラブ、ラック、希望、信頼、愛、幸運、か。ま、とにかくそんなわけで、こいつはお前にやるよ。持ってるだけで寒気がしてくるからな。寒。俺。じゃあ、ありがたくもらっておくよ。すっきりしたぜ。なんか厄介払いができたって感じだ。そんなに嫌いなのかよ、さっきの4つの言葉。ああ、どれも裏切るもんだろ。希望も信頼も愛も、それから運命も。ま、理由はそれだけじゃないんだけどな。理由？四つ葉のクローバーが嫌いな理由だよ。4っていう数字がどうも好きになれねえんだ。まさか死人の死だからとか言わないよな。アホか、言わねえよ。今日小学生でも田舎のババアでもスピリチュアルなんとかにハマってるロハスなセレブでもそんなこと言わねえだろ。じゃあなんで4が嫌いなんだよ。中途半端だからだ。最強でもねえし最弱でもねえ。だから嫌いなんだよ。あ？逆に好きなのはなんと言っても9だな。もしくは開き直って豚でもいい。負け方が潔いだろ。何の話だよそりゃ。お前株とかってやんねえの？株っておいちょ株の？そうだよ。話の流れ的にそれ以外にねえだろうが。おいちょ株ではな、9は株っつって最強の数字なんだよ。逆に0は豚、最弱の数字になる。0は豚か。このゲームの首謀者と同じだな。は？確かにそうだな。俺たちを閉じ込めた犯人、0は豚野郎に違いねえ。そういえば、ノナリーゲームって、おいちょ株に似てるわよね。まあ、おいちょ株の方は数字根なんていうめんどくさいものは使わないけどね。札の数を足して2桁になったら10の位を切り捨ててしまえばいいだけで。でも、合計数を1桁に変えて勝負するという意味では同じじゃない？なるほど。言われてみりゃ確かにそうだな。それから、最終的に9を作った者が勝ちってところも似てるわ。9を作った者が勝ち？忘れたの？ゼロが言ってたじゃない。つまりこの船から脱出するには最終的に数字根が9になるようなチームを作らなければならないってことか。そのチームを作った奴らだけが生き残ることができると。そういうこと。だから、ノナリーゲームなのよ。は？え？知らない？ノナリーっていうのは、9個からなる、九進法のって意味なのよ。語源はラテン語のノナ、9の窃盗時。ちなみに、1の窃盗時はユニね。一角獣、ユニコーンのユニよ。2はバイナリのバイ。バイナリっていうのは二進数って意味ね。3のトリはよく耳にするでしょ？トリオとかトリプルとかトライアングルとか。その後はクオルト、クイント、セクサ、セプトと続いて、最後に8の窃盗時であるオクトはオクトパス。タコの名前についてるわ。ほら、タコって足が8本じゃない？だから。なるほど。
それと同じで、ノナっていうのは9を表すわけか。ところで、この船に閉じ込められたのって何人だったっけ？ 9人だな。それぞれに割り振られたバングルナンバーは？ 1から9までだ。タイムリミットは何時間だったかしら？ 0は9時間と。それじゃあ最後、この船から脱出するには？どこかにある9の扉を開かなければならない。数字根が9になるチームを作って。つまり、そういうこと。このゲームには、あちこちに9という数字が散りばめられてるのよ。9をテーマにしたゲーム。だから、ノナリーゲームってわけ。それにしても、一体何なんだこの絵は。私、これと似たような絵を見たことがあるわ。どこで？本の中で、イギリスの生化学者、シールドレイクという人が面白い学説を唱えててね。それについて書かれた本の中で見たのよ。面白い学説って？形態形成場仮説、あるいは形成的因果作用の仮説とも言うらしいけど。ああ、ダメだ。聞いただけで頭が痛くなってきそうだ。別にそんなに難しい話じゃないんだけどな。要するに、生物の形や行動パターンといったものは、目には見えないフィールドを介して伝わっているんじゃないかってことで。おいおい、それのどこが簡単だって言うんだ。じゃあ、こう言ったら分かってもらえるかしら？テレパシーのメカニズムに関する仮説。テレパシー？そう、テレパシー。本当はちょっと違うんだけどね。まあ、ざっくり言うとそうなるわ。なんだよ、テレパシーって。昭和の小学生じゃあるまいし。そんなもんを真面目に研究してる学者がいるとは驚きだね。そうね。私もそう思うわ。私はただ本を読んだだけで、何もその仮説を信じてるわけじゃないもの。擁護するつもりなんてさらさらないわ。単なる、とんでも理論。仰々しい言葉を並べ立てて、さもありなんと説明しただけの疑似科学。私だってそう思ってる。そう思ってるけど。まあ、とにかく、その本の中で見たのよ。これと似たような絵を。これ、何に見える？何って、ただの抽象画だろ？白と黒だけで描かれた意味不明な絵だ。そうとしか言いようがない。順平くんはどう？何かに見えない？そうだな。強いて言うなら、ふにゃリンパかな。この辺なんかまさにふにゃリンパの特徴を如実に表してるし。何なのよ、ふにゃリンパって。ふにゃリンパはふにゃリンパだよ。知らないのか？知らないわよ、そんなもん。おやおや、このご時世にふにゃリンパを知らない奴がいるとは驚きだな。ふにゃリンパに対しても失礼だぞ。謝れ。ふにゃリンパに謝れ、この無礼者が。順平くん、ふざけてるの？もういいわ。正解を言うわね。これは小型犬よ。ほら、こんな感じで。それで絵の正体は分かったけど、だから何なんだよ。イギリスのあるテレビ局でね、こんな実験をしたの。まず、これと同じような絵を2枚用意する。両方ともパッと見ただけではわからないんだけど、でも正解を教えられたらもうそれにしか見えなくなってしまうような、そんな絵をね、2枚用意したの。片方は帽子をかぶった貴婦人の絵、もう片方はとりあえずわかりやすくするためにこの小型犬の絵だったってことにしておきましょうか。でね、実験を行ったテレビ局はこの2枚の絵をどうしたのかっていうと、まずそれらをこの局の放送電波が届かない遠隔地へと送ったの。アイルランドやアメリカ、アフリカ、ヨーロッパの各地へと。そして
被験者が募られた。総数は約1000人。その1000人に対して2枚の絵を見せ、何に見えるかと尋ねたそうよ。結果は次の通り。